はい、金坊主でございます。今日はですね、こちら、スノーピークのステンレスクーリングパックセット、いろいろと試してみたのでご紹介しようかなと思います。まずこれ何なのかというとですね、高い熱伝導率を誇るステンレス鋼を採用した機能性重視の保冷剤、保冷剤なんだけれども、単なる消耗品ではなくギアとして活躍、水冷式ウェアラブルシステムの性能を引き出す専用オプションとしても機能しますというところ。この水冷式ウェアラブルシステムっていうのは何やというと、こういう商品ですね。ここに水がバーッと通っていく。で、ここに水入れるところがね、あって、で、ここにさっきのクーリングパックを入れたら冷たくなるからいいですよっていうようなものになります。保冷剤にも使えるし、そういうものにも使えるよというような形でこのサイズ感になっていると。で、今はね、固まってます。今は固まってますけれども、中に入ってるのを調べてみたら、95% が純水で、5% がエタノールになってます。でよく出てくるのが、ロゴスの氷点下パック。で、じゃあこのロゴスの氷点下パックとこいつ、何が違うのか、何がいいのかみたいなところ。氷点下パック、いろいろ種類ありますけれども、これの特徴っていうのが、中身がですね、植物性天然高分子っていうものになってます。実際凍らしてどっちが溶けやすいかって見たときには、まあ、完全にこっちの方が溶けやすい。完全にこっちの方が溶けやすいと。3時間、4時間ぐらいを両方ともあって、で、それを放置してみたんですね。だいたい20度から25度ぐらいのところで4時間放置したら、もうこっちはね、完全に溶けました。で、こっちはまだ全然溶けてなかったり、冷たかったりとする。じゃあ、もう、こいついらんやんってなるんですけれども、8時間ぐらいで凍りますせというようなところでした。この氷点下パック、ね、いろいろ種類あります。例えば倍速氷点下パックもあれば、普通の氷点下パックもあるんですけれども、倍速の氷点下パックでも、事前の冷凍時間は18時間から24時間。で今回持ってきてるこいつは、普通の氷点下パックですね。そうなってくると、だいたい36時間から48時間ぐらい入れてねと。その代わりに、持ち時間が長いよと。でこっちはそんなに持たないよという部分があるので、先ほどの、水冷式のウェアラブルを使うってなっていくと、それは冷たい方がいいんですけれども、サイズ感がまずでかいっていう部分と、あと、毎日使うってなったら、これ事前準備が結構大変ってなってくると、いうので多分こういうスペックにしはったんかなというふうに思います。これ単体だけで大きいクーラーボックスは全然難しいし、ちっちゃいクーラーボックスでも、こいつは結局中に入っているのはほぼ水ですから、ほぼ水とエタノールなので、例えば、ぎゅうぎゅうに物を入れてですね、で、これを2個入れて、さらに何かしらのこういうようなものを入れておくといいかなと思いますけども、こいつだけやと基本氷なので、そこまで期待はしない方がいい。さっと使いたい時には使いやすいかなっていう部分。クーラーボックスの保冷剤として使うんであれば、基本的にやっぱロゴスの氷点下パック。補助的にこれがあるとさらに冷たかったり、あとはさっき言ったように、水冷式のウェアラブルを使うってなった時に、そうなってくると、キャンプに持って行って、設営する時に暑いなとなった時に、これを一緒にクーラーボックスに入れておいて、で、もうずっと使うわけじゃないですから、で、これでこういう系のね、やつに入れて、水にドボンしてしまう。ちょっと僕はまだわかんないですけど、後ろ見たら多分、キンに冷えたスノーピーク入れていこうと思います。さあ、確かにね、冷たいです。それは冷たいも入れてるから。でもどうでしょう。実際わかりますかね。そういう使い方であったりとか、あとは、補助的な保冷剤。保冷剤ですよ。だいたいもう1時間、2時間ぐらい暑かったら溶けてくると思います。今ここも、ちょっと分かりにくいんですけど、最初カチカチやったんですけど、溶けてきた中ね、水とあれなので、今ちょっと
動いてきてるかなと。結局中で凍ってる水とエタノールが溶けてきてるって感じなので、本当にね、暑かったらもう1時間ぐらいで多分溶けちゃうんじゃないかなと思います。まあ他のやつも溶けますけれどもね。まあこれもあってもいいかなぐらい。いやまあでもね、ペットボトルでもええなと思うんですよ。ペットボトルの水凍らす方がええなと思うんですけど、あとはもうこれがおしゃれかなであったりとか、このピークのこのピークシェードですね。被るやつ。これも今多分これ確か売り切れですよね。オンラインで売り切れで今予約になってたかなと思います。水冷式ウェアラブルにスノーピークのこいつを入れて、でさらに、ピークシェードをかぶってってなっていくと、まあ、パッと見怪しいやつになりますけれども、だいぶですね、暑いキャンプでも涼しく過ごせるんじゃないかというコンセプトでやってはるんかなと思います。ただ、高いです。はい、高い。1000円とか2000円ぐらいで買えるんで、1個。で、2個で6600円ってことは、だいたい普通のやつの単価の倍ぐらいする。まあ、それがこのスノーピークのマーク入ってるだけにはなりますが、これも多分永久保証なので、まあ、水漏れすることはないと思うんですけれども、例えば落としてバッキバキになったりとかしたら、まあ、多分どうするんかなと思いますが、まあ、これもさすがに永久保証やと思うので、まあ、そういった部分と、スノーピークのロゴが入ってるっていう部分でいいなと思う人は買ってもいいのかなとは思います。完全に真夏のクーラーボックスの最強保冷剤として使いたいってなってくると、これではなくて、やっぱロゴスの氷点下パックとかになってくるかなと思いますが、1泊2日のソロキャンでってなってくると、これはありかなと思うので、その辺で僕もね、ソロキャン用にこれ単体やとやっぱ心配なので、ロゴスのやつのパックと中に、一緒に入れてですね、ソロキャンの時も、この、水冷式のリュックサック使ってですね、設営はしていくので、それ用に僕は使おうかなと思います。なので、保冷剤としてこれを使うってことはあんまりないかなと。ほらもう結構ね、もう溶けてきましたので、ちょっとした保冷剤として使うのが僕はいいかなと思います。結構溶けやすかったので、はい。というところで今日はですね、こちらのスノーピークのステンレスクーリングパックセットをご紹介しました。またこんな感じでね、動画上げていきますので、チャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la